傘、長谷川しぐれ。秋雨の薄く降る夕方だった。格子戸の鈴が妙な音につぶれて響いているので、私はペンを置いて立った。台所ではお米を研いでいる女中が流行り歌を歌って夢中だ。湯殿ではザーザー水音をさせてほうきを使いながら、これも元気な声で負けずに国の歌を歌っている。私は細めに玄関の障子を開けてみた。冬子は来ておりますか？洋服で骨の折れた傘を半開きにかしげていた。戸沢ですが、と中年の小柄な男は小腰をかがめて上目遣いに言った。冬子が上がっていないとすると大変なことになりました。私は格子を開けてその人を迎え入れなければならなかった。大変なこととおっしゃると、あれは死んでいます。これは変だと、そう聞いた刹那に思った。だが、その人は真剣で、青白い顔におどおどした大きな目がうつろで、目の縁の赤いのが目立っていた。時間から言うと今頃は、彼は唇を噛むようにしてうつむいた。立ったままでも聞いていられないので家に上がってもらうと、彼は言い続けた。つまらないことで別れていて、今日帰ってみると家の中の様子が変わっているのです。変わっているというと、彼女、あれはもう二度とあの家へは帰らないつもりなのです。僕は、と顔を赤くしてと思ったが、あの人なしには実際今いられないのですが、伏せた目は潤ましている。別段書き置きも何もないが、壁にかけてあった彼女の古い雨街灯の隠しを探ると、ある男へやる打ち合わせの手紙の書きかけが丸めて入れてあって、それを読み解くと、冬子は今日のちょうど今頃の時間に函館海峡で投身自殺をしているのだ。僕が悪いのです。僕が彼女を苦しめるものだから。だが僕はたまらないのです。冬子が選んだ相手がニヒリストのあの詩人であるならまだ耐えることができるが、僕の先輩、日本でたった一人の先駆者、アナーキズムの大学者の X 氏を僕がいるために虚しく海峡の木図としてしまうのは忍びない。そのくらいならば僕が死んであげる。
その人はむせび泣いたが、私はびっくりした。心中なのですかと聞くと、冬子の夫はこっくりとうなずいた。誰と？それがわからないからたまらんのです。ニヒリスト詩人なんぞなら、彼一人死ぬがいいのです。だが、X 氏なら惜しい、実に惜しい。死なせたくないのだ。彼は言う。冬子とニヒリスト詩人とがお互いに偽名を使って手紙を託し合っている古本屋へ、ニヒリスト詩人が昨日の朝かおととい、冬子の手紙を取りに来たか、または冬子に手紙を渡したか、それを電話でこちらから問い合わせてくれれば、今日函館海峡で命を落としたのは冬子と誰とだかがわかるのだと。これは困ったことだと私は思った。どんな気持ちで冬子がそんな手紙の書きかけを古街灯の隠しなどに入れておいたのであろう。そのニヒリスト詩人と彼が言う詩人も私は知っている。なるほど、そうした対戦相手を求めるような熱烈な死と愛の歌は発表しているが、しかし冬子とどんな関係があるのだろう。しかも昨日は冬子が定点をゆっくり見ていた姿を見てきた者がいたのだ。そんなことはお首にも言えない。彼女の夫は熱心に電話帳をめくっている。と、門のくぐり戸が開いて、敷石を踏んでくるずっしりした靴の音は、彼女のものだった。私は口の内であっと言って、そこでものすごい相当が起こらなければいいが、とたくましい彼女の腕を目に見た瞬間、いともほがらかに彼女は叫んだ。あら、来ているの？彼は上着のポケットへ両手を突っ張らして、そして毛糸のセーターの濡れている彼の妻を見つめた。やだわ、なんだって来たの？なんだってって、僕は何もかも申し上げちゃった。あらま、呆れた。彼女が睨んで笑うと、かねて彼女からよく聞かされている英雄であるはずの彼は、従順にはにかんで連れ立って一つ傘で帰っていった。